節約だと信じて続けていたことをやめてみたら、体力も心の余裕も家の中のゆとりも戻ってきて、暮らしは思った以上に軽くなりました。70代一人暮らしの鈴木恵子です。節約を考えた時、何を優先して見直すかは人それぞれですよね。でも若い頃には当たり前にできていたことが、今は少し体に応えたり、時間や気力を使いすぎてしまうこともあります。今日はお金を浮かせるつもりが、実はかえって暮らしの負担になっていたことを7つ、私がそれをやめてから暮らしがどう変わっていったのかも取り入れやすい順番でお話しします。最初に見直したのは、数百円のために自分に無理をする節約です。あなたももったいない気持ちから体に負担がかかるやり方でも続けていることはありませんか？私は数年前まで光熱費を少しでも減らしたくて、毎月細かくチェックしていました。電気代が少し下がるとほっとして、反対に数百円でも上がるとどこをもう少し削れるだろうと、そればかり考えていたんです。その頃の私は、こういう小さな積み重ねこそが一番の節約だと信じていました。ちゃんと頑張っている、無駄なく暮らしている、そんな風に少し誇らしく感じてもいたんだと思います。冬は暖房を控えめにして厚着を重ねながら過ごしたり、お風呂の残り湯も水道代を少しでも浮かそうと洗濯機にバケツで何度も運んでいた時期もありました。でもある寒い朝、重いものを持ち上げた時に肩に強い痛みが走りました。その日一日着替えをするのも腕を上げるのも辛くて、前と同じようにはいかないんだとしみじみ感じたんです。若い頃には少し無理をしてもそのままやり過ごせたこともありました。でもこれからは無理を重ねないやり方に変えていく時期なのかもしれないと、私はやっと考え方を改めようと思いました。年齢を重ねると少しの無理でも回復に時間がかかることがあります。だから目先のお金を守るために体を削ることは、結果として一番高くついてしまう。身に染みてそう感じました。もちろん体を動かすことそのものが悪いわけではありませんよね。しっかり歩くことや家の中で体を使うことは、むしろ体力維持のためにも大切だと思います。ただ重いものを何度も運んだり、体が辛いのに我慢を続けたりすることは負担が大きいこともあります。数百円を守ったつもりが通院や薬が必要になってしまえば、その節約はかえって出費を増やしてしまいますよね。それなら前と同じように頑張るより、今の体力に合うやり方に変える方が大切なのかもしれません。まずは寒い日は暖房をちゃんと使う、重いものを何度も運ばない、体を冷やさずに過ごす、小さな工夫の積み重ねが結果的には医療費や不安を減らす未来の節約になると思います。それは贅沢ではなく、これからの暮らしを守るための大切な工夫なんですね。2つ目に見直したのは、お得だからと食材や日用品を買い込みすぎる節約です。私は以前、毎食きちんと何品も作って自炊こそが一番堅実な節約だと信じていました。できるだけ外食せず、家にあるものでやりくりすること、特売を上手に使って少しでも安く買うこと、冷蔵庫の中がぎっしり埋まっているだけでどこかちゃんと暮らせていると感じてしまうことはありませんか？その頃の私は、食材を使い切ることよりたくさん入っていれば大丈夫という安心を冷蔵庫の中に求めていたのかもしれません。半額シールの貼られたお肉を見ると、今のうちにとつい多めにカゴへ入れていました。特売日やポイント2倍の日も予定になかったものまで足してしまうこともありました。けれど実際には、一人暮らしの私には食べる量も使う量も急に増えるわけではなかったんです。ある日、
冷凍庫の奥でカチカチに固まった鶏胸肉に手が止まりました。冷凍焼けしてスポンジのような食感になっていて、とても美味しく食べられる状態ではなくなっていたんです。安く買えたつもりだったのに、最後まで使い切れなければ、それは結局お金を捨てていたのと同じこと。捨てるしかない状態のお肉を見た時、胸の奥がずしんと重くなりました。その時、私はようやく自分の買い物そのものを見直さなければと感じました。あなたも少し足りないものがあるだけですぐ買いに走っていませんか？私はネギを切らした豆腐がない、その度にスーパーへ行っていました。でも一度入ればそれだけで終わるはずもなく、お菓子や安売りのものまで一緒にカゴへ入れていたんです。気づけば冷蔵庫はいつもいっぱいで、中に何があるのかも見渡しにくくなっていました。以前は冷蔵庫の中が少なくなると少し心細かったのですが、今は見渡しやすい方がむしろすっきりします。あるものをまず使い切ってから買い足すようになり、スーパーへ行く回数も余計な買い物も減りました。冷蔵庫の中が見渡しやすいだけで、買い物も献立もシンプルに、台所仕事まで前より楽になりました。毎食きちんと何品も作らなくても、今日はこれで十分と思える日があっていい。たまには宅食や宅配サービスを使ってもいい。節約とは安いものを多く買うことではなく、使い切れる量だけを持つこと。それは手を抜くことでも無駄遣いでもなく、これからの暮らしを守るための優しい整え方なんです。3つ目に見直したのは、古いものを我慢して使い続ける節約です。まだ使えるものを買い替えることに後ろめたさを感じることはありませんか？私もずっと長く使うことが物を大切にすることだと思ってきました。でも今は自分が無理なく使えるかどうかも同じくらい大切だと感じています。ある時、掃除機をかけ終わった後、私はしばらくその場に座り込んでしまいました。重い道具を動かすことそのものに疲れてしまっていたんです。若い頃なら少し重くても面倒でもそのまま使えていた道具が、今は後から肩や腰に残ってしまうこともあります。古いものには使い慣れた良さもありますし、長く付き合ってきた安心感もありますよね。ただ今の体には少し重い、動かすのが大変、使うたびに気を使う、そんな風に今の暮らしに合わなくなっているものは優しく見直してもいいと思います。特に毎日使う家電は多少不具合があってもまだ動くなら大丈夫と思いがちです。でも電気代や安全面まで見てみると、日々の数十円を惜しむことより思い切って買い替えた方が省エネになって気持ちの負担まで軽くなることもあります。水が悪くなった古いタオルも一度で気持ちよく使えず、何枚も使うことになれば洗濯の手間も増えてしまいます。それなら雑巾として最後まで使い切る方が上手な手放し方かもしれません。あなたの家にも少し不便を感じながらそのままになっているものはありませんか？私も重くて負担になっていた道具や心地よく使えなくなったものを少しずつ見直すようになりました。掃除機はコードレスの軽いものに買い替えました。掃除の取り掛かりによいしょがいらなくなって、音も静かで前よりずっと楽に動けるようになったんです。そしてお歳暮でいただいたタオルも長い間しまったままでしたが、思い切って普段使いにしました。お風呂上がりにふわっとしたタオルで顔を包んだ時、胸の奥がほっとしたのを覚えています。その時、物を大切にすることと自分を雑に扱うことは違うのだとやっと気づきました。まだ使えるけれど今の体には重いものもある、自分にとって心地よくないものもある。それが分かった時、少しのお金を浮かすために毎日の心地よさを我慢する節約はやめようと心に決めました。4つ目にやめたのは、
安さだけで日用品を選ぶ節約です。安く買えて得したはずが、使いにくさや買い替えで結局は損していた。そんな経験はありませんか？生活費を抑えたくて、日用品は1円でも安いもので十分、そう思っていました。特に台所周りの消耗品は買い替えサイクルも早いので、メーカーやブランドにこだわらず、少しでも安いものを選べば節約になると思っていたんです。例えば100円均一で見つけたラップです。端が見つけづらくてきれいに切れないたびに地味にイラッとすることが増えました。食器用スポンジも同じでした。安いものはすぐへたって取り替える回数が前より増えてしまったんです。それは節約ではなく、暮らしの負担を増やしていただけでした。値段だけで選ぶのはやめようとようやく気づきました。節約とは目先の安さだけではなく、買い直しの無駄や余計な手間を減らすこと。もちろん安い日用品そのものが悪いわけではありません。でも毎日使うものだからこそ、使いやすいか、すぐ傷まないか、長く使えるか、そんな視点で見てみると、少し高くても無駄も手間も少ないことがあると実感しています。今は使い慣れたメーカーのものに戻して、無理のない範囲で選ぶようにしています。ラップ一つ、スポンジ一つ、使うたびの引っかかりが減って、台所仕事が前よりずっとスムーズになりました。こうした小さな積み重ねが暮らしの心地よさを支えてくれるのかもしれません。5つ目にやめたのは、今の自分に似合うかどうかより安さを優先する節約です。服や身だしなみにかけるお金は少しでも安くしたい。でも失敗はしたくない。私もそうでした。でもそうやって選んだものほど、後でやっぱり着なかったと自分を責めてしまうこともありました。買った時は嬉しかったのに、今はなぜか手が伸びない服はありませんか？私も在庫処分やセール品という言葉に惹かれて、つい買ってしまうことがありました。でも家に帰ってハンガーにかけたまま、一度も袖を通さない服が少しずつ増えていったんです。タグのついた服を見ながら、私は静かに考えました。安く買えたはずなのに、なぜか手が伸びない、色が落ち着かない、丈がしっくりこない、手持ちの服とも合わせにくい。そんな違和感に気づいた時、今の私に必要なのは着心地が良くて動きやすい服なんだと気づきました。髪についても同じようなことがありました。年齢を重ねると白髪はどうしても目立ってきますよね。以前はやはり黒い方が若々しく見えるし、身だしなみの一つだと思って美容室には行かず、市販の白髪染めを使ったりしていました。でも今は無理をして染め続けるより、グレーヘアを自然に受け入れた方が私にはしっくりくるし、気持ちまで軽くなるように感じています。もちろんどう整えるかは人それぞれですが、それがだんだん負担になっているなら見直してもいいんだとやっと思えるようになりました。本当に大切なのは安く買うことではなく、今の自分に似合うか心地よく使えるかということ。安いから、周りがそうしているから、もったいないから、理由がそれだけだと後から違和感が残ることがあります。今の自分にしっくりくるものを選べば、結局は無理がなく無駄も少ないんですよね。見栄を手放し自然体でいられること、そうした選び方もこれからの暮らしを守る優しい節約なんです。6つ目にやめたのは、収納を買い足して解決しようとすることです。片付けたいのにそのために物を増やしていた。今思うとそれが一番遠回りでした。私はずっと部屋が片付かないのはしまう場所が足りないからだと思って、棚やカゴを買い足していたんです。捨てるかどうか迷うより、しまう場所を増やした方が気持ちが楽だったのかもしれません。けれど実際には片付けたのではなく、見えない場所に移していただけでした。
あなたの家にも使っていないのに場所だけ取っている収納や家具はありませんか？しばらくするとまた物が増えて、増やした収納の中もいっぱいになり、掃除の手間も増えて、部屋も狭く見えるようになりました。背の高い棚や増えた家具を見ていると、地震が起きたらどうなるんだろうと不安までよぎるようになったんです。安く手に入れたつもりでも、捨てる時には処分費用がかかるし、運び出すにも体力がいります。その時私は片付けるために増やしたはずのものが、逆に暮らしの負担を増やしていたことにようやく気づきました。本当に必要だったのは収納を増やすことではなく、物を減らすことだったんです。私は自治体のゴミ回収に申し込んで、買い足した棚や小さなサイドテーブルなど仮置き場になっていたものを思い切って手放しました。数千円の処分費用はかかりましたが、それは収納を増やせば片付くという思い込みを手放すための勉強代でした。物を減らした部屋は驚くほど広く感じられました。掃除もしやすくなって、つまずく心配まで減っていったんです。まず持ち物を減らして出し入れしやすい量に整えること、暮らしの余白を取り戻すことこそ将来の負担を減らしてくれる本当の節約だったんです。最後に見直したのは、目先の安さや過去のものを守るためにこれからの時間や気力を使いすぎてしまうことでした。年齢を重ねるほど、これからの時間を何に使いたいのか考えることが増えていきます。もし万一のことがあったら、自分のものは誰が片付けるんだろう。ふとそんなことを思うようになってから、物との向き合い方も少しずつ変わっていきました。目の前のものは本当に今の自分を助けてくれるのか、それとも場所や気力ばかり使っているのか。そうやって見直していくうちに、節約とはお金を減らさないことだけではなく、自分の時間や気力、そして心と体の健康も大切な資産として守ることだと思うようになりました。例えば昔よく聞いた CD や若い頃に夢中で集めた小物、箱を開けるとその頃の空気まで戻ってくるようなものは簡単には手放せませんよね。あなたの家にももう何年も見返していないのに場所だけを取り続けている箱はありませんか？押し入れにしまったまま最後に開けた日も思い出せない箱やケースが増えていくと、大切にしているつもりでも管理の負担になっていることがあります。私もそんな箱を開けた時、懐かしさより先に最後は誰が片付けるんだろうと考え込んでしまいました。そういう時は全て減らせなくても少し数を見直してみる、見やすい形に整理する、本当に残したいものだけを選び直す。それだけでも気がかりが一つ減って、管理の負担も少し軽くなります。お金の節約についても同じことがあるかもしれません。昔は少し遠くまで買い物に行ったり、スーパーをはしごして一番安いものを探すこともやりくりの一つとして楽しめることもありました。でも今はどうでしょうか。数百円のために長く考え込んだり、時間をかけて買い物に行ったりすると、その後の疲れの方が大きいこともあります。もちろん運動のために、頭の体操のために、気分転換として楽しくできているならそれが一番です。ただ義務感で疲れてしまう、節約で気持ちがギスギスする、そんな日が増えてきたら見直す時期なのかもしれません。今まで大事に保管してきたものも、続けてきた節約も、その時々の自分を支えてきた大切な経験です。だからこそこれからは無理を重ねなくても、前と同じように頑張れなくてもいい、今の自分には少し合わなくなってきたかもしれない、そんな小さな気づきが暮らしを整え直すきっかけになるんだと思います。最近自分には合わなくなってきたと感じた節約はありますか？よかったらコメントで教えてくださいね。同じように
暮らしを整えたい方のヒントになるかもしれません。今日もご一緒くださりありがとうございました。これからも心地よい暮らしを一緒に育てていきましょう。